さあ、始まりました。古民家 DIY の時間です。前回の動画でジャッキアップをして柱をグッとね、戻してきましたので、その柱の足がちょっと短くなってるんで、それをグッとね、伸ばしていかないといけません。で、その作業をするために、この床組、後ろに見えてますね。こういう、かなり邪魔になりますので、この動画では、この床組を全部ね、一回バーンとね、リセットしていきたいと思います。それでは、やっていきます。現状はこんな感じですね。ここが田の字の部屋の東側の部屋ですけど、結構ね、この辺は傷んでますね、なんと。使おうと思えばね、使えないこともないんでしょうけども、弱くなってるとこもあるんで、この辺も全部剥がしていきます。田の字の西側の部屋ですね。これはね、結構新しいんですよね。結構力ありますね。これもね、ただ使いたいんですけど、高さがね、合ってないので、これ一回リセット。結構ぶっとい釘が入ってますね。なかなか抜けません。やめとこう。めっちゃ弱なってる。よっ大引きもだいぶ傷んでますね。この辺なんかはだいぶウエハース化が始まってますね。弱いな。アリが走ってますね。ここは比較的新しい部屋なので、こういう風にビスで留めてありますね。
お、重った。床組を外すと今まで見えてないところも見えてきましたね。ここね、床の間なんですけど、この床下が一番やばいですね。アリがめっちゃ食ってます。この木が床の間のこの床下に入ってた木なんですけど、これが一番やばいですね。これこっそり食われてます。何この食欲。やばいですね、アリの食欲。この床下と床上でもう全然この被害が違いますね。床下は普通に鈍い音しますけど、床上はカチカチなんですよね。まあここはそこまで食われてないんですよ。こっから下が食われてる。ここを修正する必要ありますね。これで床組の解体が終わりました。いや、改めてね見ますとやっぱシロアリすごいですね。ごっそーっと半分以上ねなくなってしまうぐらい食べちゃってる部分がありましたね。で、ただねもうこれぐらいダメージしてるとねやっぱりやりがいが出るというかやる気が出るというかね、余計燃えますね。で次はね、差しがもいのところにジャッキをかましてぐっと持ち上げて、人間でいうとくるぶしから下というかかかとの部分ですねがやっぱり非常に傷んでるので、そこをねカットしてもう少し高いピンコロを入れるか、この辺はねちょっとまだ決まってないんですけど修正をかけていきます。ぜひぜひね次回も見てください。それでは